テーブルの板はもともと倉庫の中に置かれていたちょっと腐った木の板を使おうと思いました。この木の板はちょっとなんか虫に食われたような跡があってとても汚くて古びているのですが、ヤスリで削ればなんとかなるかなと思いました。実際にヤスリで削ってみたら木目がとっても綺麗でした。どんどんかっこいい木目が見えてきているのがわかるかと思います。ちなみにヤスリの作業はなかなか大変です。力を入れないときれいにヤスリができないというのもあるんですけれども、木のくずがとても散るので、その木のくずが目に入ったり洋服についたりして汚れたりします。木目が見えないぐらい古い状態だったんですけれども、ヤスリがけをすることで古い木の表面の部分がわーっといなくなって、もう綺麗な木目が出ているのが確認できるかと思います。ヤスリの目のサイズは最初60ぐらいで粗くかけて、トゲが刺さらないようにしました。その後180のヤスリに変えて何度もかけ直しています。両面や端っこをヤスリがけしたら、続いてはステインを塗ります。ステインは透明のものを選びました。ただ塗っているとすごく深い茶色になりました。とても古い木の板だったので乾燥していたみたいで、ステインがとてもたくさん吸収されていきました。ヤスリがけでも木目がだいぶ綺麗にはっきりとなってきましたが、ステインを塗ったことでより木の板が深みのある色と木目が浮き彫りになって、とてもかっこいい感じになりました。せっかくなので看板もメンテナンスすることにしました。上からニスを重ね塗りしていきます。それにしても木の板は本当にステインをよく吸収します。ちょうど良い高さの杭がなかったので、ホームセンターで買うことにしました。1本600円ぐらいでした。木の板をテーブルにしていきたいと思います。では早速杭を打ち込んでいこうと思います。なるべくまっすぐになるように注意しながらやっていこうと思ってます。杭は少し長めのものを購入しました。そうすることで倒れづらくなると思ったからです。テーブルの高さになるぐらいかなという感覚で杭を打ち込んでいます。テーブル板の幅は少し狭めなので、杭の並びは
なるべく平行にしっかりなるように確認しながら打ちました。だいたいこのくらいの高さかなという時点で一度テーブル板を置いてみることにしました。高さはちょうど良い感じがします。続いてはテーブル板の左右が平行かどうかを確認しています。右側が少し高いので調整が必要です。このように何度か調整して高さを整えていきました。続いては木の杭とテーブル板を釘で留める下準備をしていきました。鉛筆で木の杭の外形を描いています。その直径の中心に事前に釘を打ち込んで穴を開けて、テーブルと杭を釘で留めたいからです。杭の直径は狭いので、その中心とテーブル板の中心がちょうど良い位置で打ち込む必要があるので、ここはちょっと慎重にやりました。釘は長めのものを使いました。なので打ち込む時に最後まで打ち込む際に結構な力を必要としました。釘で穴を開けたらまた釘を外していきます。ここの箇所は虫食いが結構あって、手を触れるのが少し気持ち悪くて上手に釘を打ち込むことができませんでした。後から動画を見ても分かるように釘が斜めになった状態で体が反れているので、釘がまっすぐ下に入っていってません。なので力を入れてもうまく釘が刺さらずにどっか飛んでいってしまいました。今度は穴を開けることはできたのですが、逆回転をさせても釘を抜くことができなくなってしまいました。余っていた木を下に置いてインパクトドライバーで釘を上から再度打って逆回転させたら外すことはできました。穴を開けたら今度はテーブル板と杭を留めるために、まずは杭の上にテーブル板を戻していきました。鉛筆で描いていた円周と杭の丸を合わせていっています。その後は釘で杭とテーブル板を1回で留めていきます。しっかりと止まりました。日がだいぶ落ちてきました。最初のゲストさんです。思った以上にとっても素敵な場所ができました。大満足です。
Thank you for watching and subscribing. ご視聴ありがとうございました。よろしければ YouTube の登録をお願いします。